紫式部の生い立ち。光る君へに学ぶ日本史。なぜ源氏物語を彼女は書けたのか。現在でも100カ国を超える国々で出版され読み継がれている源氏物語の作者紫式部。いよいよその紫式部の生涯を描いたドラマ「光る君へ」がスタートする。紫式部はいかにして源氏物語を書き上げたのか、彼女の生い立ちを追っていこう。紫式部の父親は藤原為時といい、母親は藤原為信の娘であった。為時の祖父兼助は個人的力量に優れ、才能を存分に発揮して天皇に重用された。この兼助は歌にも優れ、兼助集という歌集を残し、36歌仙にも選ばれている。そして兼助の邸宅は鴨川の堤近くにあり、邸内には鴨川の水を引き、四季折々の花が咲き乱れていた。そのために人々は兼助を堤中納言と呼んで称賛した。兼助の邸宅には土佐日記の作者として知られる紀貫之などの著名な歌人たちが出入りしていた。紫式部はこの邸宅で幼少期を過ごし、豊かな感性を磨き、後にこの邸宅で源氏物語を執筆したと言われている。現在この邸宅跡は京都市上京区の魯山寺として紫色の桔梗が咲き誇る名所となっている。紫式部の祖父正忠と父親の為時は学者肌の人物であった。二人は通常以上の才能を見せながら出世には見放されていた。そのため紫式部が生まれた頃の父為時は長く官職がなく、経済的に苦しい年月を過ごしていた。紫式部の母は藤原為信の娘だが、為時と結婚してその翌年には長女を出産している。さらに翌年の970年天禄元年に次女が生まれたが、青年については諸説あるが、これが紫式部だと言われている。ところで紫式部の母は2年後に弟の惟則を産むが、間もなく死んでしまう。ドラマでは殺害されたことになっているが、死因は不明である。もともと体の弱い母が3人の子供を立て続けに産んだことが原因なのかもしれない。紫式部はまだ物心のつかない2、3歳の頃に母親を亡くしているのである。紫式部日記には父親のことは書かれているのに、母親のことが全く触れられていないのはこのためである。父の為時は母親の死後に再婚して紫式部の異母兄弟となる2児を設けている。しかし為時は自宅に新しい妻を迎えた様子はない。そのため紫式部たちは母親のいない邸宅で乳母たちに育てられた。父親の為時は優秀な漢学者ではあったが、出世には縁遠い人物であった。そのため紫式部は幼い頃は経済的には恵まれない上に、母親もいない寂しい環境で育っている。
妻に先立たれた為時は4歳を頭に3人の幼い子供たちを抱えて苦労したことであろう。為時は夜になると新しい妻の家に通ったであろうから、子供たちも寂しい思いをしたに違いない。感受性の強い紫式部は紫式部日記に印象的な幼い頃の思い出を綴っている。紫式部が6歳の頃、夏の夕方の空に青白い尾を引いたものが幾日も現れた。女房たちはあれはほうき星だから見てはいけないと紫式部に言ったという。この年には内裏が焼けて夜空が真っ赤になったと紫式部は記憶している。それから間もなく大地震が起こったが、紫式部は乳母に抱かれて庭に逃れて命拾いしている。紫式部が8歳になった時、父の為時が嬉しそうに帰宅した。乳母から紫式部は父が役所で少し出世したと聞かされたという。日記には弟の惟則に父の為時が本を読ませた時のことも綴られている。8歳の惟則がなかなか覚えられないのに、10歳になった紫式部は不思議なほどによく覚えた。そのため為時は紫式部が男だったらと嘆いたという。父の為時は漢学者であったが、音楽の才能もあった。紫式部が奏や琴の演奏がうまかったのもそのためである。また為時の兄には為頼という和歌などに優れた人物がいたが、紫式部はこの叔父の影響をかなり受けている。幼少の頃から紫式部は文学的な素養を身につけた人々に囲まれて育った。紫式部が源氏物語を書けた背景には、このような恵まれた環境があったのである。